どうもお疲れ様です。ババログです。今回はユニクロ GU の紹介以外にこっそり隠れて買っていたプチプラ以外の春物ファッションの衝動買いを紹介したいと思います。冬はコートを着てごまかすというような感じでおしゃれしようという気分にならず同じ服ばかり着てサボってましたが、3月に入ってそろそろ春と思ったらウキウキして4月に誕生日を控えていたということもあり、自分へのプレゼントという言い訳でかなり買い物に拍車がついてしまいました。ファッション系以外にも引っ越ししてちょうど1年が経ち、インテリア関係の衝動買いもかなりありますが、今回はファッション系のみをお値段順に紹介しようと思います。さて最後はいくらのものになるのか、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではスタート。1つ目は以前紹介した大人なら徹底的なチュールスカートでおなじみのラブリーブランドビビで買った襟が可愛いノースリーブのブラウス14,000円です。普段はオンラインでしか買えないんですが、筋トレ帰りによく行く阪急梅田店でポップアップをするということで何か買わないとと思って行ってきました。だいたいこういう可愛すぎるデザインのものはデニムと合わせて甘辛ミックスにして可愛さを抑えて調和を取る感じになるんですが、色も黒なので大人でも抵抗なく着れるのが良かったです。2つ目はユナイテッドアローズ系列で好きなセレクトショップ6で買ったカーディガン18,150円です。まだコートを着ている寒い時期でしたが、私がカーディガンに一目惚れをするっていうことはなかなかないので先物買いをしておいたんですが、やっぱり今大活躍していて買っておいてよかったです。ピンクの色が綺麗で、生地はシャリシャリっとした感じの透け感のある薄手のカーディガンになっています。ボタンの付き方が裏表とくねくねした留め方になっているのが特徴になっています。袖も身頃もかなりゆとりのあるデザインで、丈も少し短めになっています。ボタンを留めてニットとして使っても可愛いし、中にこんなロック T シャツを着ても相性がいい感じになります。夏はノースリーブの上に冷房対策として持ち歩くにもかさばらなくて便利だと思っています。3つ目は1つ目で紹介したビビーの阪急のポップアップでブラウスと一緒に購入したジュエルデニム26,000円です。こういうクリスタルのついたのがザラで出てたので買おうと思ったんですが、自分の体型に合わなかったので諦めてたんですけれども、このビビーのデニムはシンプルなストレートの形でデニムの色も良かったし、なかなか試着して買える機会がなかったのでブラウスと合わせて勢いで一緒に購入しました。結構人気のデニムのようで、ポップアップでもオンラインサイトでも完売していました。ただちょっと丈が短かったかなというのが気になっているところです。4つ目は去年の11月の受注会でオーダーしてて忘れた頃にやってきたよりのこれまたラブリーなスカラップブラウス27,500円になります。襟と袖が可愛らしいブラウスで、受注会の時はテンション上がるからオーダーしてしまったんですけども、これはネイビーもあったんですが、春の長袖で黒やネイビーはちょっとこの可愛さを台無しにすると思って白を選びました。届いてみるとやっぱりちょっとやりすぎたかなとは思っていますが、これもデニムと合わせて着てやろうと思っています。5つ目は私の大好きなブランドアンスクリアのブラックデニム31,900円。こちらも3月に梅田阪急の D ラボでポップアップをしていたので行ってきました。関西ではセレクトショップに 1,2 点入っているだけでいろんなアイテムを見れる機会がないので、本当阪急さんありがとうございますというような感じです。去年からずっとブラックデニムを探してて、この間の GU アンダーカバーでこれで十分って言ってたんですけども、アンスクリアのデニムは本当どれも相性がよくって、スタイルをよく見せてくれるブラックデニムとなれば買うしかないと迷わず購入しました。デニムは私の制服みたいな感じになっているので、間違いないと思ったらある程度高くても絶対に元が取れるので、なんとか出せる金額なら出してもいいと思っています。6つ目はご覧いただいてお分かりだと思いますが、一気にお値段が上がります。この度個人事業から法人化をしたことにより、会社設立祝いとして気合を入れて購入したのがこちらの 5R の名刺入れ92,000円になります。円安によるここ最近のハイブランドの価格高騰は本当に恐ろしいです。
実は YouTube で一番最初のバッグの中身で同じデザインのゴヤールの名刺色の黒を紹介しているのですが、最近では打ち合わせがあったとしてもリモートで直接対面で営業活動もすることがなくなったので、名刺も使うことがないなと思って手放してしまったんですが、新たに会社を立ち上げたことで代表取締役は絶対名刺いるでしょってなって、バレクストラやエルメスなど小物なら買えそうな他のブランドも買いましたが、やっぱりルワードシャンブルを順調にここまで来れたのもゴヤールのおかげと思って色を変えて買い戻しました。そして最後の10万円超えの一番の衝動買いになったのがジル・サンダーのバレリーナ14万9600円でした。去年結婚式に呼ばれた時、ずっと欲しかったジル・サンナーの観音炉のバッグはこの機会に急遽思い切って買ったものの、靴まではさすがに手が出なかったので、ご存知の通りほとんどスニーカーばかりで過ごしていて、ちゃんとした場所に履いていけるいい靴を一つも持ってなかったことで、履いていける靴が全然なく、無難な慣れない黒のヒールの靴を履いていったんですが、痛いし納得いかないしで去年の一番の大失敗でした。いい年なんだからこういう時のために何かいい靴を持っておかないといけないとむちゃくちゃ実感したんですが、いざ探すとなると可愛いと思うちゃんとした靴はだいたいヒールありのものばかりで、なかなか巡り合えなかったんですが、やっと好きなジル・サンダーさんからベタ靴で普段でも使えそうなこのデザインに一目惚れをして、誕生日も間近ということもあって今年の自分への誕生日のプレゼントということで今までで一番高い靴を購入しました。買って間もなくインスタの方からリッツ・カールトンの10周年のイベントにも招待されて、ジル・サンダーのバッグと靴で自分でも自信を持って納得のいくちゃんとした格好で安心していくことができたので、やっぱりちょっと無理してでもいいものを持っておくと身を助けると思って、これからもこれはと思うものに出会えたらちょっと無理をしてでも衝動買いは続けたいと思います。以上、3月4月に買った春のファッション系の衝動買いでした。今回は誕生日や会社設立というお祝いを理由に久しぶりに大きなものを爆買いしましたが、これからは法人化したことにより自分のお給料が決まってしまって、いろいろ計画を立てて買い物しないといけなくなるので、ちょっとおとなしくなるかもしれませんが、欲しいと思ったものはもう絶対に手に入れないと気が済まない性格は変わらないと思いますので、絶対に買って紹介は続けていこうと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。インテリア関係の方も IKEA とか行って新しく新調してまだ紹介してないものも多いので、まとめて紹介しようと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。うん。